はい、どうもです。今回はですね、こちら、赤モンガニっていう食材ですね。まずは捕獲映像からご覧ください。ということで、夜の素潜りスタートです。で、これ撮影時期が4月なんですけど、魚は海水温が低ければ低いほど警戒心が強くなるんで、なかなかね、昼間の魚つきで取れないんですよ。それで夜潜ってるというわけです。さて、ウミガメは今日ものんびりと泳いでおります。最近マジでウミガメ食べたい欲が強い。さて、何やら発見した模様、ポイントに向かいます。うまく取れてなくて途中から始まります。申し訳ないです。さて、何かに森を突き刺しているマサル。森の先にはでかいカニが。しかしこいつのパワーが強すぎてなかなか取り出せない。なんとか取り出せました。こちらは赤モンガニ。挟む力が非常に強いカニなので挟まれないように気をつけながら持って帰ります。ちなみにこのカニ市場価値はございません。売っても0円です。そして何やら見つけた模様。その先には夜光貝がいました。こんな感じで超イージーに取れる夜光貝もいるんですけど、しっかり息を整えて穴の中奥深くまで体を突っ込んでようやく取れる夜光貝がほとんどです。残念ながら斤量サイズなので逃がしました。とここで何やら魚を発見した模様。岩の奥深くに躊躇なく突っ込んでいきます。ヒット。これあまりにも穴が狭すぎてせっかくヒットしたのに GoPro が岩にぶつかってますね。もったいない。さてこちらはイシガキダイです。食感が非常に良い魚の高級魚です。で、脳天締もうめんどくさいんで森でやっちゃいましょう。グリグリとやって脳天締めを完了。それでは陸に戻ってこの3匹をとある料理にしていきましょう。はい、というわけで夜の海潜ってきたんですけども、久しぶりの赤モンガニですよ。赤モンガニといえばですね、4年前からのマサルチャンネル視聴者の人、このカニトラウマがあるんじゃないでしょうか。はい、そうです。シガテラに当たった張本人なんですけども、シガテラっていうのは毒の名前なんですけども、植物プランクトンがね、作り出す毒がどんどん生物濃縮してある一定以上毒が濃縮されると当たるっていうね。つまりですね、おそらく俺が当たったのは何かしらシガテラを持ってる巨大魚の死骸を食べた赤モンガニを食べて、で、俺は当たったという流れなんじゃないのかなと思うんですけども、沖縄ではですね、普通に食べられたりしてます。はい。ただ食中毒に当たる可能性があります。コミカルな感じで話してますけど、シガテラ結構やばいです。重症だと半年から2年ぐらい症状が続くと言われております。神経痛とかね、症状であるんですけども、文献では読んだことあって、神経痛ぐらいでそんなね、食中毒が当たったとかね、弱音吐くなよとか俺思ってたんですけども、骨折と同じぐらい痛いです。マジでやばい。こいつ、シガテラマジでやばい。ということで早速観察していきましょうか。はい、こちらが赤モンガニです。赤いね、斑点っていうのかな、模様があるから赤モンガニっていうね、名前がついてるんですけども、猛毒のカニで有名なスルスベマンジュウガニと似てるんですけども、全くね、別の種類です。結構ね、大きい。スルスベマンジュウガニはね、結構ちっちゃいんですけど、なんと言ってもですね、こいつの特徴としましては、でかいハサミですね。基本的にはね、ハサミぐらいしか食べれる場所はなくて、ほとんどね、身はないです。ハサミ以外の足はね、細くてね、殻が異常に硬くて分厚いんで、あんまりね、身は入ってないんですよ。挟まれるのが嫌で森でついたんですけど、大格闘して穴だらけになってますね。で、今日、赤モンガニとついでに取ったイシガキダイと夜光貝。こちらもね、一緒に料理していこうと思います。はい、というわけでですね、赤モンガニをさばいていくんですけども、爪が立派でめちゃめちゃ美味しいんですけども、とある噂ではですね、逆に爪しか食べるところがないということで、爪だけもいで帰る人もいるというね、噂があるんですけども、爪だけもいで帰るのが残酷なのか、命ごと奪うのが残酷なのか、これは議論に、なると思うんで、コメント欄でね、激しく議論していただけたらなと思うんですけども、早速、さばいていきましょうか。はい。では、赤モンガニの調理方法はですね、もう簡単です。腕をもぎます。はい。これね、マジで、どのくらい硬いかみんな分かってないでしょ。包丁なんですけど、思いっきり叩いても絶対に割れないからね。割れるわ。ちょっと割って食べやすくしておきましょう。これ素手だとね、なかなか厳しい厚さしてますから、めっちゃ美味しそう。こっちも割っておきましょう。で、反対側のこっちの爪も割っていきましょう。OK。
で、まあ一応、この胴体も一緒に、出汁要因として使っていきましょう。シュガテラ毒は一応水溶性の毒なんで、出汁を出すっていうことはですね、毒に当たるか味を求めるか、味を求めるでしょ。で、これ殻がね、口の中入ると歯が負けるんでね、しっかり洗っていきましょう。はい、これで下処理完了です。正直このカニはですね、茹でるだけで美味しいんで、この動画1分で終わるんですけども、短いということでね、今日はですね、一緒に採れた石垣鯛を使いまして、アクアパッツァを作っていこうと思います。石垣鯛と夜光貝もね、さばいていきましょう。はい、では石垣鯛をさばいていきましょう。石垣鯛の説明はマジでないです。説明見たい人は、過去の石垣鯛回を見て、説明見てください。まずは鱗を落としていきます。石垣鯛はですね、結構高級魚として扱われることが多いんですけど、島だとね、全然ね、売れないんですよ。めちゃめちゃ安いです。沖縄まで送るとね、ちょっと値段はつくんですけどね。石垣鯛みたいな鱗が小さい魚はですね、鱗取りとか使わずに包丁とかの方が取りやすかったりします。反対側も取っていきましょう。そしてね、石垣鯛さばくときは皆さん注意してください。こいつね、結構ね、トゲが鋭利なんですよ。背びれのトゲとかね。で、これはね、鋭利なんで、手袋が切れてますね。はい。はい。では、鱗を落としましたんで、頭を落としていきます。ちなみに、石垣鯛もし買うんだったら、冬場の方が美味しいですね。海藻を食べてる石垣鯛あんま美味しくないです。うわ、何か甲殻類みたいなものをいっぱい食べてますね、こいつは。うわ、ウニだ。いや、ウニじゃねえ。クモヒトデだ。クモヒトデ食ってますね。人で食べてる魚大体臭いんですけど、こいつはどうでしょうね。うわ、めっちゃクモヒトデ食べてるじゃん。クモヒトデって栄養あるのかな？はい、それでは3枚におろしていきましょう。反対側も包丁入れていきます。石垣鯛はね、結構独特な匂いがあるんで、結構匂いを打ち消す料理がおすすめですね。でね、結構ね、旨味はね、魚の中でも強い方なんで、匂いさえ打ち消せばめちゃめちゃ美味しい魚なんですよね。OK。はい、では腹骨を落としていきましょう。この石垣鯛ね、沖縄ではガラサーミーバイって言われてまして、ミーバイっていうのはハタ系の総称なんですけども、ハタの名前がついてるぐらいね、身はしっかりしてますよね。身質は似てます、ちょっと。5月ぐらいの個体なんでね、油は全く乗ってないですね。油が乗ってるとね、この腹膜が2倍ぐらいに分厚くなるんで、最後までね、この腹膜を取ることができるんですけど、これ皮とくっついてるんでね、途中までしか落とせないですね。はい、これで下処理は完了なんですけども、アクアパッツァにするんで塩をね当てて下味をつけていきます。アクアパッツァするとね、結構ね味が薄い仕上がりになるんですけど、やっぱ塩を当てといた方がいいですね、最初から。で、塩振るときトルコの人こうやって振るじゃないですか。こうやってね、日本食はね違うらしいです。こうやって掴んで指の間を若干開けてこうやって振るらしいです。あーやばい、粗塩だから全然振れない。修行が足りないんでトルコ風にやります。粗塩無理だった。上からやった方が均等に振れますね。さっきの日本食の振り方だと結構低くやっても調節可能なんでね、均等に振りやすいっていうのはメリットはあります。はい、ということでこちらで下処理完了です。あと夜光貝を切っていきましょう。はい、ということで夜光貝ですね、剥いていきましょう。貝柱がここくっついてるんで、ここに指を入れて引き剥がしていきます。そうするとこうやって剥けますね。で、この内臓を外していきます。でこの夜光貝もね、
さばくと30秒ぐらいで終わっちゃうんで、夜光貝単体だとね動画にならないっていうわけで、今日は詰め合わせセットとねなっております。で夜光貝ですね、ここにねカタツムリみたいな顔があるんですけども、この口でですね岩にこびりついた海藻とかを食べてるんですけども、海藻をかじり取る歯がねここに入ってるんで、この歯がね硬いんで外していきます。サザエとかだったら噛み砕いたりできるんですけど、夜光貝はね結構ね硬いんで、この歯をね外していきます。ちなみに夜光貝は世界最大のサザエと言われておりまして、大きいものだと3キロぐらいになりますね。でこれ蓋がね強固にくっついてるんで、蓋外します。でこの夜光貝ですね、こっち貝柱の方はですねホタテみたいな味で、足って言うんですけど、こうやって動く筋肉の部分ですね。アワビも夜光貝もサザエも食用からめちゃめちゃ食べてきたんですけど、正直夜光貝が一番うまいです。なんでアワビがあんなに高いのかよくわかんないですね。去年ね夜光貝販売してて、夜光貝再販してくださいっていう声がね多いんですけども、ちょっとこれね皆さんごめんなさい、厳しいです。っていうのも今沖縄に観光客が増えて、むちゃくちゃ値上がりしてるんですね。日本も物価が上がってきて、うわーハンバーガー 1.3 倍ぐらい値段になったなとか、そういう話じゃないです。5倍です。はい、仕入れ値5倍になるんでネットショップじゃ売れないと思います。ちょっとね売るのが厳しいですね。はい、それでは切っていきましょう。夜光貝のおすすめの食べ方は、この貝柱の部分ね刺身がめちゃめちゃ美味しいんで、これ刺身でもいいんですけど、火を入れてもね柔らかいんで、今回みたいなアヒージョとかにもね全然使えます。そして足。こっちはね、めちゃくちゃ硬いんで、ちっちゃく切った方がいいんですけど、めっちゃ加熱した熱い状態だと柔らかくなるんで、熱い状態で食べるんだったら、分厚く切っても大丈夫です。冷めたら地獄ですね。皆さんが夜光貝をご家庭で調理するっていう前提で話してるんですけど、夜光貝を家庭でさばく方はどのぐらいいるんでしょうね。はい、オッケー。で、これもちょっとチートなんですけど、島には存在しないアサリという生物を使っていきます。アサリもここに入れときましょう。はい、では水分を取っていきます。うわ、水すごいな。塩振りすぎたかもしれない。と思っても大丈夫です。アヒージョは濡れるんでね。語彙が稚拙ですけど、塩分の溢れ出していきますから、ちょっと味濃いめぐらいで大丈夫です。3種の食材の下処理が終わりました。ということでね、ここからアヒージョを作っていきましょうか。着火セット。じゃあまずはオリーブオイル。表面に火を入れていきます。こういうね、塩を当てるとか、表面に火を入れるかどうかでですね、魚の匂いとか旨味全然変わってくるんで、これやった方がいいと思います。ちょっと焦げつかすぐらい大丈夫ですね。熱っ。で、表面火通りましたら、こいつら引き上げていきます。はい、そしたら今日具材が大きいんで、このでかい鍋を使っていきましょう。オリーブオイルを引いていきます。で、ここに潰したニンニクを入れていきましょう。で、ニンニク若干焦げ目つきましたら、さっきの石垣鯛を入れていきます。熱っ。ここでアサリと夜光貝を入れていきます。料理できる男性ってモテるって言われるんですけど、アクアパッツァとか作ると若干惹かれますね。意中の子にはアクアパッツァ作らない方がいいです。そして本日の主役、赤モンガニ。ハンターハンターぐらい主役出てきてなかったね。はい、そしたら匂い取りで白ワイン。本来ね、アクアパッツァではこの調理過程ないんですけど、分厚いやつは絶対に火が通んないんで、アルミホイルで落とし蓋をしていきましょう。半生の食材ほどまずいものないですからね。おそらくね、味薄いと思うんで塩入れておきます。じゃあ赤モンガニのポテンシャルわかんないんで、これはもうおそらくというほかないですね。そろそろ火通ったんじゃないかな。オープン。おお、めっちゃ赤くなってる。オリーブオイルの匂いは結構揮発性で飛んじゃうんで、最後オリーブオイルを一回ししていきましょう。二回し。
3回し OK。 匂いは、うわ、これめっちゃ美味しいんちゃうかな。さっきまで透明だったスープが、見てください、これ豚骨ラーメンみたいな色になってますからね。これはすごいんじゃないの。では一般的なサイズのパスタの皿を用意してましたんで、こちらに持っていきましょう。まずはカニ。はい、はみ出してる。で、爪。そして石垣鯛。そして夜光貝とアサリ。やばい、これはちょっと入れすぎてるな。そしてスープね。はい、完成しました。赤もんガニの脳筋スープ、石垣鯛と夜光貝とアサリを添えてです。はい、それでは完成しました。うわー、久しぶりの赤もんガニはちょっとトラウマを思い出すな。今はね、スタッフのみんながいるんでね、倒れてもなんとかなるんですけども、当時一人でしたからね。マジ怖かった。では、いただきます。うまっ。めっちゃうまいよ。うわー、こいつ、初めてオリーブオイルと合わせてみたけど、オリーブオイルと合うな。これ以上剥こうと思ったんですけど、一切歯が立たないですね。まな板持ってきましょう。それではまな板を持ってきました。赤もんガニを食べるときは皆さん、手では剥けないでまな板と包丁を準備しましょう。おー。あ、これ茹でた方が全然剥きやすい。これね、一般的なカニにはない特徴なんですけど、挟まれたことないんでわかんないけど、どう見ても挟む力強いじゃん。で、この挟む力の筋力が異常に強いんやろうね。筋繊維を一本一本感じます。ただね、それがね、大味じゃないっていうね。はい、それでは、胴体いきましょうか。熱い。熱々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 。うわー、割れるかな。熱い。よいしょ。むせやろ。硬すぎて開かないんだけど。では、もう、本当に身がない。このカニ食べてみて思うんですけど、確かに食感は美味しいけど、風味とか旨味とかほぼないですね。で、味噌もないし。うわー、これほんまに食べる場所一個もないな。爪うまいな。これスープめっちゃ黒くない？カニの色なのかな？カニか夜光貝の色ですね。めっちゃ黒い。では、いただきます。夜光貝から。夜光貝めっちゃうまいわ。あんだけ茹でたんで、夜光貝から旨味抜けちゃってるんですけど、もうスープ自体がとてつもない旨味になってるんで、ちょうどいい味付け。うまっ。そして、石垣鯛。いただきます。これやばいわ。ちょっと待って。今回脇役的な出演だったんですけど、石垣鯛が一番うまい。これとてつもないわ。いろんな、この全ての食材の旨味がスープに溶け出して、それを全部吸い込んでる。初めてね、こういう調理方法をしたんですけど、めちゃめちゃ合うな。アクアパッツァめちゃめちゃ合う。ホロホロや、身が。石垣鯛のポテンシャルを 120% 引き出してる感じがする。めちゃめちゃうまいな。いや、うまっ。はい、それでは、ごちそうさまでした。正直ね、2年ぶりぐらいに赤もんガニ食べたんですけども、このカニね、発掘が難しいんですよ。殻が硬すぎて。爪にはあんまり味がないっていうのがね、ネックだったんですけど、味入れるといいですね。これぜひ、南方系のね、イタリア料理屋さんで出してほしいですね。というわけで最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは。腹減ったな。そういえば、やばい漁師にもらったやつ、美味しいのかな。なんだこの食べ応えは。硬さが蒸気を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット中の私は食べれるの最高すぎる。